ごきげんよう、上川かおるです。今回取り上げる話題は、インターネット上で作られるネット世論、これが本当に意味あるものなのか、そこに問題はないのかについて取り上げようと思います。Twitter を使っている人の間では有名なことなのですが、同じキーワードを繰り返し多くの人たちがつぶやくことによってトレンドを作り出すことができます。特に政治上の話題については、それを報道機関があたかも国民世論であるかのようにして報じて、国会などの討議などに持ち込まれることなどもあります。しかし、そのような形で盛り上がった話というのが、本当に国民世論と呼べるようなものなのか、あくまでもツイッター上における特殊な事情だけなのか、そのことについてよく注意してみなければなりません。しかし、このような話をすると、一体何を根拠にそのような疑いをかけるのだと、ツッコミが入るわけですが、いわゆるエビデンスを示すというのは非常に難しいものです。特に個人で情報精査して根拠となるデータを示すことは難しいものです。なので、今回はインターネット上のトレンドワードに上がってきたものについて、本当にそれが国民世論に近いものなのかどうか、データを探った記事が出ているので、皆さんにご紹介しようと思います。今回の記事を読めば、ネット世論というものが盛り上がった時に、果たしてそれが国民世論と近いものなのかどうか、一旦冷静になって観察すべきだということがわかると思います。それでは記事を見ていきましょう。国葬反対ツイッターでも 3.7% の投稿で全体の半数、4219回のアカウントも、政治や社会問題に関する主張を一斉に投稿するツイッターデモについて、読売新聞が昨年の注目度順に上位10件を抽出し分析したところ、参加したアカウントの平均1割弱による投稿が全投稿の半数を占めていたことが分かった。ツイッターデモとは、呼びかけ人が何月何日何時から始めます。ハッシュタグ〇〇反対と投稿し、参加者がハッシュタグ〇〇反対と一斉投稿する。主張を広めるため投稿数などに応じてツイッターのホーム画面に表示されるトレンド入りを目指すことが多い。コロナ禍以降、ツイッターデモは急拡大しているが、一部のアカウントによる主張が増幅されている実態が浮かんだ。ツイッターの国内ユーザーは2017年時点で約4500万人。簡単な操作で投稿を拡散でき、様々なキャンペーンに利用されている。一方で、一人で複数のアカウント開設や大量投稿もできるため、投稿回数と実際に投稿した人の数が異なるケースも多い。上位10件は2022年1月から11月トレンド入りした回数が多い順に選び、データ分析会社の協力を得て調べた。最多の14回トレンド入りしたのは安倍晋三元首相の国葬反対を訴えるデモで、累計64万6296回投稿された。詳しく調べると、参加者9万687件のアカウントのうち、わずか 3.7% による投稿が全体の半数を占めていた。中には4219回投稿したアカウントもあり、1000回以上のケースも10件あった。2番目に多い11回のトレンド入りしたデモは、外国人への生活保護給付に反対するもので、累計35万8790回投稿された。参加者6万9555件のアカウントのうち 6% による投稿が全体の半数を占めた。全10件を平均すると 9.4% のアカウントが全体の半数を投稿していた。コロナ禍以降、急増するツイッターデモによる主張が一部アカウントの大量投稿で膨れ上がっていることが読売新聞の調査で明らかになった。参加者の実数とかけ離れたネット世論は国会で取り上げられることなどで広く認知され、政策決定に影響を与える可能性がある。10% 以下のアカウントが実際には半分程度の投稿数を誇っており、それをもとにしてあたかもネット世論が盛り上がっているかのように水増しされているというわけです。ここで注意しなければならないのは、このようなアカウントというのは一人で複数を操ることが可能だということです。Twitter にはボットというものがあり、投稿を何度でも繰り返すような仕組みを利用することができます。それらが連結されるフォローし合う行為、そしてそのような意見に同調する人たちを巻き込むような形で、あたかもフォロワー数の多い人気のアカウントというものを作り出すことができます。そしてこの記事にもあるように、同じような発言を繰り返し、それらの意見をまた自分たちの操っているアカウント同士でリツイートすることで、
さらに多くの人の支持が集まっているかのような発言を作り出すことも可能だというわけです。しかもこの発言がトレンド入りすることによって、それらを利用する勢力というのも存在します。ここからが大きな問題なのです。例えばこれが現在の政府に対する批判として利用しようと思った報道機関、そして野党議員が利用することによって、あたかも国民世論全体で何かに反対しているんだというように利用されることがあるわけです。今回の記事の中で取り上げられたのは国葬反対のものが注目されています。国民世論全体として果たしてみんながみんな反対していたのでしょうか。実際ではそうではないというのがこのデータからは明らかでしょう。一部の人たちが猛烈に反対していて、その自分の意見を通そうと思えば、ありとあらゆる手を尽くして自分の声をより強大化させて、あたかも国民全体の意見であるかのように増幅させようとしたわけです。しかもそのような仕組みであることを分かった上で、報道機関も自分たちの記事として使えるなと思えるものについてだけ抜き出して使っているというわけです。逆の場合はどうでしょうか。例えば、インターネット上でものすごく盛り上がっていて、たびたびトレンドワード入りするような問題があったとします。ところがその話題というのが、現在の政府批判につながらないようなものであった場合は、報道機関はほとんどの場合それらを無視するか、とても扱いが小さいものにしてしまいます。そして野党議員たちは全くその問題に対し見向きもせずに時だけが流れるといったことが起こるわけです。そのためにインターネット上ではある問題に対してはあっという間に報道もされるし、それが国会で討議することになっているのに、一方においてはものすごい大きな話題になっているのに、報道機関はみんなだんまりで、国会でも何もお話がされないといったことが起こるわけです。今回の話というのはツイッターだからこそというふうに思うかもしれませんが、別にツイッター以外の SNS でも同じようにアカウントを複数使うことや、そもそも目的があってある特定の意見を水増しし、インターネットを使うことによって国民世論そのものが存在するかのように作り出すことも可能であることを今回の記事は示しています。ですからマスコミがインターネット上のこうした偽造された可能性のあるトレンドワードを元にして、これが国民の声である、今の政府はこのような政策をするべきではないと言い出した時には、必ず一歩本当にそうなのかな、話の本質として問題の批判ポイントは正しいのかなというのを改めて考える必要があるでしょう。逆にインターネット上で盛り上がっているんだけども、報道機関も国会議員も全く取り上げないといった話題であったとしても、そこでもやっぱり改めて問題の本質は何か、そして批判されている内容が正しいものなのかどうかも同じく自分自身で考える必要があるでしょう。報道機関が取り上げない、国会議員が取り上げない、だからといってこれは大した問題ではないと考えるのではなく、実際どうなのかについては最終的には自分自身で判断、評価することが必要なのです。というわけで今回の動画はここまで。インターネット上でトレンドワード入りしたものについては、誰かが意図的に声を大きくしようと工作を行っている可能性があります。ですからインターネット上でたびたび見るようなワードであっても、それが本当に国民世論なのか、それとも誰かや何かの特定の集団による意図的な世論工作なのかは、よくよく自分で考える必要があります。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックをよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。